Please welcome Chiho Yoshida, Marketing Innovation Center, Media Planning Development Group Manager, Kao Corporation. 皆様こんにちは、顔の吉田です。今回はキャンペーンを進化させるための新たなプランニングフロー、そしてその成功ポイントの精緻な見える化について Google と共同研究した件をお話しさせていただきます。近年、広告が急激にデジタルシフトしている中で、統合プランニングにおける課題を感じる方も多いのではないでしょうか。実際、Google による調査でも、最初からテレビだけでなく、デジタルまで意識しているか、オリエンになっているとの回答は3割以下にとどまるそうです。また、オリエンに始まるプランニングに課題感をお持ちの皆様もおられるかと思います。プランニングの際に検討するべき内容には、量的要素と質的要素がありますよね。我々は Google にサポートいただき、YouTube 広告の最適なリーチとフリークエンシーを獲得するための予算の目安表を作成することで、量的側面についてはきちんと配信量を担保することにしています。一方で、質的要素の課題を紐解こうとすると、本当にさまざまな要素が関係するため、非常に難しい課題として苦慮していました。そこで私たちはこの課題を解消すべく、Google とクイックルワイパードライシートのプランニングを実行しながら、デジタル広告を活用する際に有用なプランニングフローを確立し、今後オリエンにも反映できる Tips を発見する協業プロジェクトを行いました。先に結果からお伝えします。プロジェクトの YouTube 広告の視聴完了率は Google の消費財平均と比べて約 13% も高く、歴代トップクラスに。加えてクイックルドライシートの売上は前年 117% で伸長し、市場を牽引することもできました。この結果を出すためにどのようなプランニングフローで進めたのか、ご説明をさせていただきます。まずは今までのプランニングフローと理想的なプランニングフローを改めて整理しました。今まではオリエン後のプレゼンでコアアイデアとそれを具現化する手段としてのテレビの提案をいただいていました。デジタルのプランニングというと後手になりがちでした。しかしデジタルには独自の勝ち筋や役割があります。このタイミングでは全体戦略に十分に反映しきれないという課題感がありました。これからはテレビもデジタルも撮影前の時点で採用するメディアとクリエイティブを両輪で捉える必要があると考えています。この理想のプランニングフローにおける大事な4つのステップについて順に説明していきたいと思います。ステップ1、統合キャンペーン設計です。Who や What を含むコアアイデアの開発の際、ここでデジタルを含めたメディアニュートラルな視点で議論を進めることが重要と考えました。このステップでマーケティングやメディアごとの目的を整理した設計図を作る。これで関係者全員が一枚絵でキャンペーンを理解できます。目的がぶれることなく、特定メディアの議論に偏ることもなくなります。続いてステップ2、クリエイティブの企画開発です。ここでのポイントは3つ。まず1つ目のポイントは、コンテンツの役割を明確にすることです。クイックルワイパーの場合、15秒の役割は認知から理解まで、6秒のバンパーは購入以降の喚起としました。そしてショート動画は生活シーンに溶け込むライブ感を描き出し、購入以降を促進することを目的としています。2つ目のポイントは、広告のメニューやフォーマットまでしっかり決め込むことです。
検討すべき要素としてフォーマット、主要デバイスなどがありますが、これらを撮影後に決めると編集にお金も手間もかかることがあるため、撮影の前に決めることがベストです。3つ目のポイントは、既存ロジックを忠実に生かすことです。今回は絵コンテのプレゼン時に Google の ABCD フレームワークに沿ってデジタルならではの工夫をどう企画に取り入れたか、具体的に説明していただきました。例えば絵コンテの冒頭5秒でスキップされないようなアテンション作りをどのようにしたのかなどについてです。次がステップ3です。撮影ですね。ここまでですでにフォーマットの議論が十分にし尽くされているので、撮影現場でも徹底して精度を上げることができます。例えばクイックルの場合、このようにモニターの上にいいねボタンなどの要素が被らないセーフティーゾーンを表示した透明なオーバーレイを重ね、ブランドロゴなどが被らないか映像検証を都度いたしました。こうすれば無駄な編集の工数も減らせますよね。こちらが実際の各クリエイティブです。縦型、横型の魅力がしっかり出せていたかと思います。最後にステップ4の配信です。今回はこのように3つのターゲットを規定しましたが、ターゲットごとにきちんとしたリーチを獲得できる金額を算出した上で、量的担保をきちんと行いながら配信を行いました。以上が取り組みの概要です。こうやって見てみると、特別なことは何もやっていません。長年の監視を見直し、時代に合わせてやるべきことをやるべきタイミングで実施する。プランニングのフローを見直すだけでインパクトの最大化につなげられたのです。我々はテレビ CM でないと売り上げが作れないのではないかと考えていたカテゴリーにおいて、デジタルでも結果が作れたことに大きな手応えを感じています。最後に少しだけ次のチャレンジについてお話しさせてください。我々はこのステップにおいては生成 AI を活用するチャレンジを始めています。例えば我々事業主や広告主が一堂に会し、ターゲットに合わせた商品訴求軸の案を生成 AI で一気に多くのパターンで開発します。それを方向性の議論の助けにしたり、撮影前の認識合わせに使うことで進行がよりスムーズに効果的に行えるようになると考えています。この AI を活用を加えた新たなプランニングフローを AI によるプランニングブーストと称し、さらなるキャンペーンや折り絵の進化に挑戦していきたいと考えています。以上、当社花王の取り組みについてご紹介させていただきました。ありがとうございました。